皆さんこんにちは。普通、地理的に孤立している場所って聞くとどんなイメージを持ちますか？でも、もしその孤立が逆に経済的な開放性を生み出すとしたら、ちょっと不思議ですよね。今回はまさにその矛盾を力に変えてきた日本の庄内地方にスポットを当ててみたいと思います。逆境をどうやって成功の設計図に変えてきたのか、その驚くべき秘密を一緒に解き明かしていきましょう。さて、庄内を理解する上で、まず押さえておきたいのが、このスライドが示している根本的な矛盾なんです。見てください。地理的には山と、それから厳しい日本海に挟まれて、閉ざされた場所だったわけです。孤立してたと。でもそれと同時にですね、川や海運っていう交易ルートがあったおかげで、経済的には日本全国としっかりつながってたんですよ。この孤立してるのに開かれているっていう、この緊張関係こそが庄内ならではの強さ、今でいうレジリエンスってやつを生み出す源になったんですね。そしてこの歴史が生んだ独特の生存戦略。これこそが今回の話のど真ん中にあるコンセプト、庄内パラダイムなんです。これ、単なる地域のモデルっていう言葉じゃ片付けられないんですよ。孤立と解放、それから精神性と商業性っていう、普通なら相反するような要素をものすごく巧みに利用して現代の成功につなげてきた。まさに困難を資産に変えるための一つのフレームワークと言えるんじゃないでしょうか。では早速そのパラダイムを支える一つ目の柱、世俗の力から見ていきましょうか。これはですね、庄内という地域のアイデンティティを形作った、もう本当に驚くべき経済力の話です。物語はこの土地の封建領主、つまりお殿様ですよね。そのお殿様さえも上回るほどの富と影響力を持ったとある一族から始まるんです。このスライドにあるこの短い族用、これが当時の社会構造がどれだけ普通じゃなかったかを見事に物語っていますよね。本間様には及びもせぬが、せめて成田や殿様に。これどういうことかっていうと、民衆から見たらこの地域を治めているはずのお殿様よりも一家の商人であるはずの本間様の方がもうはるかに手の届かない雲の上の存在だったってことなんですよ。これって封建社会の常識で考えたら権力構造が完全にひっくり返ってますよね。じゃあなんで本間家はそこまでの力を持つことができたんでしょうか。その源はただお金持ちだったからっていうだけじゃないんですね。彼らはその莫大な富を使って例えば海岸に防風林を作ったり、飢饉が起きた時には人々を救済したり、今でいう大規模な公共事業にどんどん投資したんです。これってただの慈善活動じゃない。地域のインフラを整えて人々の生活を根本から守ることで人々の心、信頼をがっちりつかむ、ものすごく巧みな戦略だったわけです。その結果、公式な支配者である武士階級を差し置いて人々からの尊敬を集める事実上の支配者になっていったというわけなんです。でも、庄内っていう場所は、こういう商業だけの土地じゃもちろんないんです。その魂の部分はですね、出羽山山っていう山々を中心にした古くからの深い精神性によって鍛え上げられてきたんですね。で、その精神性のど真ん中にあるのが、この出羽山山への巡礼です。これ、ただのハイキングとか山登りとは全然違うんですよ。人生のサイクル。つまり生まれて生きて死んでまた生まれ変わるっていうのをなぞるすごく象徴的な生まれ変わりの旅として昔から考えられてきたんです。厳しい自然の中で生きてきた人々にとってこの儀式はもう心の支えそのものであり、この地域のアイデンティティそのものだったと言えるでしょうね。このスライドがその旅のプロセスをすごくわかりやすく見せてくれてます。巡礼者はまず現在を司る羽黒山で今生きているこの世界での繁栄とか救いを祈るわけです。で、次に霊峰月山に登って過去、つまりご先祖様の世界に触れて、ここで一度死を疑似体験するんですね。そして最後に湯殿山で未来、つまり新しい生命の誕生を願って生まれ変わりを果たすと。この3つの山を巡ることで人々は心と体でこの象徴的な死と再生のサイクルを体験するわけです。そして、この精神的な探求が、もう本当に他に類を見ない、究極の形にまで達したのが、この即身仏です。
これはですね、僧侶の方が厳しい修行の末に、自らの体をミイラ化させて、人々を救うための生ける仏になるというものなんです。これ、自分の救済のためだけじゃない、コミュニティ全体を飢饉とかいろんな苦しみから救いたいっていう究極の利他行為なんですよね。生内の精神的な深さとその強靭さを物語る最も荘厳な証拠と言えるかもしれません。さて、ここまで生内を形作ってきた2つの大きな柱、世俗の力と精神の力を見てきました。じゃあこのユニークな歴史的な DNA は今の時代、21世紀の現代においてどういう形で息づいているのか気になりますよね。ここからはその見事な応用例を3つ具体的に見ていきたいと思います。最初のケーススタディはカモミズ館です。ここはかつてお客さんが全然来なくて閉館の危機にまで瀕していた水族館だったんですが、ある大胆な戦略転換によって世界的に有名な施設へと奇跡の復活を遂げたんです。彼らの戦略、これが本当に大胆でした。アシカとかラッコとか、そういう人気のある動物をめぐって、他の水族館と激しく競争する、いわば血で血を洗うような競争市場、ビジネス用語でいうレッドオーシャンですね。そこから完全に手を引いたんです。その代わり、クラゲっていうたった一つの分野にも極端に特化することで、競争相手が誰もいない未開拓の市場、つまりブルーオーシャンを自分たちで作り出しちゃったわけです。しかも、この特化戦略って、ただの思いつきとか奇策じゃ終わらなかったんです。なんと、ノーベル化学賞を受賞した下村修博士の研究と結びついたことで、世界的な科学の権威まで手に入れることになります。博士が、あの緑色系高タンパク質 GFP を発見するために、85万匹ものクラゲが必要だったっていうこの事実。これが、水族館のニッチな取り組みにとてつもない信頼性を与えたんですね。まさに、弱みを誰も真似できない強みに変える生内パラダイムの真骨頂と言えるでしょう。続いては文化的な事例です。アカデミー賞も受賞した映画送り人。この映画では生内の風景そのものがもう一つの重要な登場人物として物語を語っているんですよね。例えば月光川の流れには生きと死のサイクルを、古い社用には仕事の厳粛さを、そして石文っていう地域の風習には言葉を超えた感情のやり取りを託したんです。ここでは場所が単なるロケ地、背景じゃなくて映画の持つ深遠なテーマを体現する装置として見事に機能しているわけです。そして最後は地域の農業でさえも物語を語っているという例です。庄内名物のダダ茶芽。これものすごく美味しい枝豆ですけど、実はその名前とブランド価値っていうのは味にうるさいお殿様のある一言から生まれたと言われているんですよ。このダダ茶豆、ただ美味しいっていうだけじゃないんです。その土地の歴史とか品質がもう一体になったアイデンティティは、地理的表示、いわゆる GI 制度によって法的に保護されています。これがあるおかげで、単なる一方の作物が、そのストーリーと一緒に誰もが知る全国区のプレミアムブランドへと価値を高めることに成功したんですね。さて、ここまで見てきた庄内の事例から僕たちは一体何を学ぶことができるんでしょうか。この庄内パラダイムは実はすごく明確な3つのステップからなる設計図を僕たちに示してくれているんです。その設計図はこの3つのステップから成り立っています。まずステップ1、生と俗の統合。では山山のような精神的文化的な遺産の中にちゃんと経済的な価値を見つけ出すこと。次にステップ2、伝統と革新の接続。本間家が築いたような歴史的な強みを生かして鴨水族館みたいに新しいニッチな市場の開拓すること。そして最後のステップ3、物語による価値の増幅。ダダ茶豆や送り人のようにただの製品や場所に意味のある体験っていう付加価値を与えること。この3つが庄内の持続的な成功を支えるエンジンになっているわけですね。庄内の物語は最終的に僕たちに一つの大きな問いを投げかけてきます。ある地域のユニークな過去はどうすればその未来の設計図になりうるのか。庄内は他の地域が自分たちの歴史をもう一度見つめ直して強靭な未来を築くためのものすごくパワフルなモデルケースを示してくれました。
皆さんの町、あるいは故郷にはまだ誰も気づいていないどんな可能性が眠っているでしょうか。